今回はタロットカードの13枚目、釣られた男のカードの意味をもとに、お話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第13話スタートです。カードナンバー12、釣られた男。俺の名前は佐藤明。俺はおじが経営する企業に勤めて2年になる。なんでおじの会社なのかというと、就活でアクセクしたくなかったのと、ここならよほどのことがない限りクビにはならないだろうと踏んだからだ。それに俺は努力というのが好きではない。一般の会社に勤めたら上司のご機嫌を伺ったり、仕事以外でも頑張らないと認めてもらえないだろう。そんな努力を重ねるくらいならば、親族が経営する会社でのんびりと仕事をしていた方が俺に向いていると思ったんだ。ただおじからはもっと身を入れて仕事をしろとか、努力が足りないとか言われるけど、一応はいと言っておけばなんとかなるのが親族というものだ。こんな俺だけど、なんと彼女がいる。名前は松村久美。俺よりも3歳年上の先輩だ。どうして先輩と付き合えているのかというと、就職してすぐに久美が俺の教育担当になったのがきっかけ。久美は仕事もできて何でもバリバリとこなす。末は重役にでもなるんじゃないかと思うほどだ。それでいてどこか抜けてるから可愛い。デートをしている時はごく普通の女性で、年上とは到底思えない。俺は親元からの通勤なんだけど、久美は会社の近くにマンションを借りて暮らしている。久美と付き合って半年だけど、俺のポケットの中には久美の部屋の鍵が入っている。つい遊びすぎて電車がなくなった時などは本当に便利だと思う。酔っ払ってマンションに行っても久美は嫌な顔をせずに俺を迎えてくれる。そして海外しく水を飲ませてくれたり、玄関で転がってしまった俺を引っ張ってベッドに運んでくれる。いくら年上とは言っても痩せていて、手首だって握りつぶせるんじゃないかと思うほど細い彼女が大の男を引っ張るのは大変だろうと思うが、そこは愛のなせる技だろう。久美は料理もうまい。どうやら料理教室に通っているらしく、月に2度は手の込んだ料理を俺に食わしてくれる。レシピもしっかりとファイルしてあるので、もう一度作ってくれと言っても簡単に作ってくれる。久美の部屋は南向きで日当たり良好。窓は大きく非常に過ごしやすい。部屋の中も整理されていて、掃除も行き届いている。快適この上ない。俺の部屋なんて掃除はしてないし、出したものはそのままであるため散らかり放題だ。学生の頃は母親が文句を言いながらも片付けたり掃除したりしてくれていたが、今となっては部屋に入ってくることも嫌がるほどだ。もちろん俺だってきれいな部屋にいる方が好きだし、雑然とした部屋の中にいると気がめいることもある。だが努力と頑張るという文字が抜け落ちた俺の辞書ではどうにもならないのだ。こんな部屋を久美が見たらどう思うことだろう。以前久美にその話をしたことがあるが、その時は笑っていた。そして久美の弟も同じようなものだと言っていた。だが私が片付けてあげるという期待した一言はなかった。まあ俺の部屋に入るということは実家に行くということだから気が引けたんだろうな。俺としても
彼女ではあっても婚約者というわけではないのだから、さすがに実家に久美を呼ぶ気はないのだが、とは言っても久美の部屋を訪れるたびに、久美の手料理を食べるたびに心底思うことがある。それは結婚するなら久美のような女性がいいのだろうなということだ。俺だっていつかは結婚するわけだから、そんなことを考えなくもないわけだ。久美ならきっといい奥さんになるだろうし、俺のだらしないところも多めに見てくれることだろう。職場では先輩、家に帰れば妻、そういうのも結構いいかもしれない。しかも久美ほどの女性ならば将来は重役になって俺を食わせてくれるのではないか。俺の夢の世界が広がっていく。そんな夢のようなことを考えていたある日、久美が言った。あきら、あなたは私のことをどう思っているの？どう思っていると言われても彼女としか言いようがない。俺はいつも通りの笑顔を作って久美に言った。彼女、そうじゃなくて結婚しようとかって考えてる？突然の言葉に俺は言葉を失った。結婚したらいい妻になるだろうとは想像できても、結婚しようとは思っていない。なぜなら俺はまだ24歳だ。まだまだ遊びたい。友達と飲み歩いたり、女の子と遊んだり、仲間と旅行に行ったり、とにかく結婚していい年齢じゃないだろう。ねえ、私はもう27歳なのよ。あなたは24歳でも、私はあと3年で30歳になるの。結婚を前提に付き合ってると思ってもいいんでしょ？久美の目は真剣で、ここで茶化すようなことを言ったら怒るだろうことは分かっていた。もちろんだよ。ただ今すぐってわけにはいかないけど。よかった。それを聞いて安心したわ。でも今すぐに結婚する必要があるのよ。久美は心底安心したというようにそう言ったが、俺は結婚する必要があるというフレーズを聞き逃してはいなかった。ちょっと待って。なんで今すぐ結婚する必要があるの？だって私のお腹の中にはあきらの子供がいるんだもの。嬉しそうにお腹をなでる久美。俺はまるで罠にかかったウサギのように心が暴れていた。以前から久美は俺の子供が欲しいとは言っていた。だがそんなのは付き合っていればどの女も口にするたわごとだと思っていた。それに子供ができるようなことは。俺はあっと小さく声を出すと久美を見た。そうだ、酔っ払ってマンションを訪れた時、あの時、俺の中で失敗したという叫びがこだましていた。ねえ、もう3ヶ月なのよ。早く結婚式を挙げないとお腹が大きな花嫁になっちゃうわ。久美はどこから持ってきたのか、結婚式場のパンフレットを俺の前に置いた。ちょっと待ってくれ。いくらなんでも今妊娠を知らされてすぐに結婚式の話になっても、俺としてはどうしたらいいのかわからないよ。あまりにもびっくりすぎる。もしかしてこれはあれなのか？そのドッキリってやつでどこかに看板持って待機してるんじゃないのか？動揺しすぎて俺は何を言っているのやらわからなくなっていた。これがドッキリだったらいいなという気持ちからなんだろうけど、あまりにも無様だ。ドッキリなはずないでしょ？おかしなことを言うのね。そう言うと今度は何を持ってきたのか、久美は小さな紙を俺に見せた。俺はそれを手に取るとまじまじと見てみた。
まるで砂嵐の中に何やら白い塊がある。赤ちゃんの写真よ。つまり胎児の写真ってことか。ね、アキラの赤ちゃんよ。おめでとう。逃げたい。これが現実ならば、神様どうか俺を助けてください。あのさ、クミは赤ちゃんができてどうするの？仕事だって今乗ってるのに。結婚したら私は専業主婦になるのが夢だったの。冗談じゃない。それじゃあ俺の夢はどうなるんだ。奥さんが働いて俺はのんびりっていう人生最大の夢はどうなるんだよ。しかしこんな心の声をクミに言えるはずもない。もったいないと思うんだ。クミほど仕事のできる人が仕事を辞めるなんて。なんとかクミの気持ちを変えさせようと、俺はあの手この手で説き伏せにかかった。だがクミは喜びに埋もれて俺の言葉なんて聞こえないようだ。しかもクミの夢はどんどん現実化していきそうな勢いなのだ。親に報告に行かないとならないとか、挨拶はいつにするとか、お腹の子のことがあるから新婚旅行は遠くには行けないとか、とうとう俺はパニックに陥り、言ってはいけない言葉を投げつけていた。俺はまだ24歳なんだよ。結婚なんて考えられないんだ。クミは27歳だから焦っているんだろうけど、俺はまだまだやりたいことがあるんだ。子供ができたからってこんな罠にはめられるようなやり方されても結婚しようなんて思えないよ。口から出た言葉は戻らない。言ってしまってからしまったと思ったが、その時にはクミの顔面からは幸せの色は消え去り、蒼白になっていた。俺は逃げるようにクミの部屋を後にしていた。クミの親が俺の家に乗り込んできたのはそれから間もなくだった。化粧をすることもできないほど憔悴しきった状態のクミを連れて、鬼のような顔をした両親がやってきたのだ。そして俺の両親の前で事の一部始終を暴露してくれた。この年になって親に悪事を暴かれるってなんて無様なんだ。俺は針のむしろに座らされた罪人のように小さくなっていた。結婚する気もないのに子供を作るってどういうことですか？できた赤ちゃんはどうしようって言うんですか？27歳にもなってこんなことをしでかした娘にも責任はありますが、そちらの息子さんにも責任はあります。この責任はどう取ってくれるんですか？子供の命を何と思っているんですか？クミの両親は父親と母親が交互に文句を並べるという素晴らしい機関銃ぶりで俺を責めた。そしてクミはというと泣いてばかりだ。俺の両親はおっしゃる通りですと頭を垂れ、俺にどうするつもりなのかと詰め寄ってきた。こうなったら結婚するしかないという結論は俺の両親の中にあるようだが、あくまでも俺がどう考えているのかというところのようだ。それによっては親子の縁を切られてもしょうがないだろうくらいの勢いだ。だが俺としては親との縁を切られるのは非常にまずい。叔父の会社にいながら社内恋愛して親に感動されたなんてことになったら会社に居づらくなる。俺はうなだれながら結婚しますと言いたくない言葉を口にするしかなかった。クミの両親はその言葉を聞くと、子供のこともあるので結婚は早い方がいいと言い出し、式場を早急に抑えてさっさと籍を入れるようにと言い残して帰っていった。24年間の独身生活が音を立てて崩れていった。俺は残り時間も少ない独身生活を
とにかくエンジョイしてやろうと友達を誘って毎日のように飲み歩いた。いい加減毎日のように飲み歩いているため、最近では飲みに誘っても遊んでくれる友達もいなくなるほどだ。俺としては貯金なんてなくなっても構うものかという勢いだが、友達としては金がないからとか、昨日も飲みに行ったから今日は家にいるよとか、休みの日くらい飲まずにいたいからという貧困法制なことを言う友人も出だす始末だ。俺はそれでも一人あちこちの居酒屋に出向いては泥酔するほどに飲み明かした。結婚したら飲み歩くこともできなくなるのだ。独身だからこそできることを今やり遂げたいと思っていた。そんなある日、いつものように泥酔状態でふらふらと歩いていると、小さな明かりが目についた。何だろうと近づいてみると、占いと書かれていた。俺はなんだか面白くなって椅子にどっかりと腰を下ろした。こんな人通りのないところで細々とテーブルを出して来るか来ないかもわからない客を待っているような占い師なんだ。当たるはずはないとは思うものの、今の俺にいいことを言ってくれたら俺のモヤモヤした気持ちも晴れるんじゃないかと思った。占い師はちらっと俺を見ると、何を占いますかと聞いてきた。すっぽりと帽子をかぶった相手はどうやら男性のようで年齢不詳。顔も見えなければ声はマスクのせいかはっきりとは聞こえてこない。ただ男性だと思っただけだ。別にこれが女性だったからといって何があるわけでもなければ、どんな風体の相手でも今の俺としては何もないのだが、占い師は束になったカードを切りながら俺の話を聞いていた。抵抗するほど解決は遠くなります。カードをめくりながらその男は言った。言われた言葉に俺は刺さるものを感じた。確かに抵抗ばかりしてここのところ組に連絡も入れていない。結婚式場の件だって俺が話すことを避けていたらこのままうやむやになるのではないかと、そんな思いがあった。毎日会社で顔を合わせているにもかかわらず、できるだけ久美とは会話をしないようにもしていた。そんなことを繰り返していたら俺に愛想が尽きるのではないか、そんな期待すらしていたのかもしれない。無駄な抵抗をやめたら真の救いの手が何であるかがわかるはずです。占い師が一枚のカードを俺の目の前に置いた。今のあなたに必要なカードです。このカードは釣られた男絵のままですね。物事は表面的なことだけでは捉えきれないものです。あなたの幸せはあなたが気がついていないだけでもうあなたの手の中にあるのです。なんとも深みのある言葉だが、本当に幸せがあるのだろうか。24歳という若さで父親にならなければならない俺に本当の幸せなんてものが。俺は無言で立ち上がると財布から1万円札を取り出し、釣りはいらないよと言い残すと歩き出した。さっきの占い師が言ったことが本当だとするならば、久美との結婚を受け入れ、父親になることを受け入れることこそが幸せにつながるってことになる。どうあがいてもこの状況から逃げることができないのであれば、また今していることが無駄な抵抗だというのであれば、俺はすべてを受け入れるしかない。俺は携帯を取り出すと久美へ LINE を送った。今からそっちに行くよ。久美からはすぐに返事が返ってきた。待ってるね。何時だろうと待っていてくれる。どんなに泥酔していようと俺を見捨てない。いつも優しくて温かい笑顔を向けてくれる。料理上手で家庭的で、
これ以上の女性がいるだろうか。その後、俺は久美と結婚した。あの日、酔っ払って久美のマンションに行ったが、久美は嫌な顔一つしなかった。それどころか、久美を敬遠していたというのに、いつものように俺を受け入れてくれたのだ。その時俺は、久美こそが女神なのではないかと思えた。女神を嫁にもらえるのだから喜んでいいはずだ。そう決意してから結婚までは早かった。どこの式場も埋まっている中、どうしたことかキャンセルが出たからと半額で式場を借りることができた。おじも喜んでくれて、久美の両親も俺の両親も早くもじじばば気分らしく笑顔が絶えなかった。友達連中も祝福してくれて最高の結婚式となった。そして今、俺は父となり、小さな俺の分身を抱きしめている。あれほど父親になることを拒絶していながら、誰よりも我が子を可愛いと思い、愛おしいと思っている。そんな我が子と妻のためにすべてのことに努力し頑張っている。まさか俺が頑張ったり努力する日が来るなんて思ってもいなかったが、だが家族のために努力し、家族の幸せのために頑張ることがこれほど心地よいものだと分かったのも、あの時結婚を決断したからに他ならない。この子が生まれてきてくれたことに感謝し、産んでくれた久美に感謝している。あの時、あの占い師に出会わなかったら、俺はこの幸せを手にすることはなかっただろう。確かに俺の手の中に幸せが乗っていた。それを教えてくれた占い師に感謝してやまない。ところで、あれ以来あの占い師に出会っていないのだが、彼は一体誰だったのだろうか。それとも俺が本当に行き詰まった時にまた現れてくれるのだろうか。また出会うことができたら、その時は親子3人で幸せに暮らせていることを伝えたいと思う。あなたのおかげですと言葉を添えて。いかがでしたでしょうか。このカードは目に見えることだけが真実ではなく、見えないことの中にも真実はあると伝えています。また幸せは気がついていないだけで手の中にあるものだとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。